ね、うん、これも相関ができるわうんうんうんけで、それはどうやるかというと、うんこれは1本ずつのやつを2本にしようね、うんまあいろんなのがあるからまたやりだすと面白い、そうですね、だからそのね、売り屋さんのところに行ったら、じゃあ売る人はこういう仕事はしてないから、教わろうと思っても仮に説明しても、なんていうの、人の受け売りで話してるだけなのね、だから本当はやってる人のところに行って勉強した方が本当はね、自分が楽なのね、じゃあこれは白いんでやった方が目立つからね。はい。針金かけない人も上にこんなにいろんな針が。ああ、本当ですね。この針金かけの名前は何て言うんですか。はい。この針金、これ作ったやつ、手作り。これね、プラスチックの鉢をほら2つネジで留めただけで、この間にこれを面白い。回って出るわね。面白いですね。いちいちそのままにしとくとからがっちゃうんで、これ今ここ2つここありますね。はい。ここから根が出ると草加になるわけですね。じゃあそれを作るためにこう針金を巻いて、ここから下、針金との間に根を出させる。でこういうふうにこう巻いて、針金の太さによって巻く回数が違ってくるし、さっきも言ったように木の元気さとか木の種類とか、それみんなまちまちだから、それは経験した人に品物を持ってって、何枚ぐらい巻いたらいいですかねって最初聞いた方がいいんじゃないかなと思うね。でこう巻いて、針金と針金の間が空いてると、根が出にくいから、なるべく針金と針金の間を透かせないようにこう隙間があるとうまくないから、これで今度はもうこれも剪定する時もなんか自分のちょっとこういう感じのイメージかなっていう感じで。だから将棋とか碁をやる人は何てか先読んで打つでしょ。それと同じなの。ここでこう切るとこう目が出るだろうから、次はどうしようかなって、そういうふうにして、剪定やなんかをやった方がいいわけね、作業をね。もう一個鉢持ってこよかった。これもそうだった。お兄さんのところはこういう風な装管を作ったりするその教室みたいなのはやってるんですか？はい、何を？こういう装管を作ったりするその防災教室みたいな。教室？教室はやってないけど、来れば教えるよ。あ、本当ですか？教えるよっても春の忙しい時はなかなかね。忘れてたけど、こう一本ずつの2つ湯くときね、普通の人は大概削ればくっつきやすいじゃないと思うじゃん。確かにそうですね。ところが削ると、今度この削ったところに肉が入ってきて、ここがこぶになっちゃう。だからなるべく型あったら削らないでくっつけた方がいい。そうすることによってボコっていう風になる、自然な感じになるけど、削ってやるとどうしても削ったところに肉が湧いてくるから、そこがこぶになっちゃうから。じゃあ見た目がよろしくないですもんね。そうですね。
そういう感じで、それでこれ植える時にこの針金よりもさらに1センチから1センチ5ミリぐらいこう埋めていただかないと上から根が出るから。ああ、そういうことなんですね。だからこの針金が見えるように植えたんだと根っこが出ないからくっつく作業しないから、だからくっつく作業と取りをする作業と両方やるんだから、できたら1センチか1センチ5ミリぐらい埋めていただく。ね。はい。網もね、いろんな大きさに切っとかないとね、あ、そうですね。鉢の底穴によってね、色だから、で針金やんないから、一番最初に土を入れるときに、ここ網をちょこっと持ってて持つんだ。押さえててこう入れれば動かないから。ああ、そこも針金使ってないんだ。はい。すごい。それはもうだって底網やることに針金やってたら大変じゃない。だからやるときに押さえるんだ。ちょっと押さえてゴロを入れればもうあと大丈夫だから。でこれは下手鉢だから化粧っていうのは使う。今現在これでだいたい針のところの高さね。なりますね。ね、それを結局こう埋めていただかないと根っこが出るから。何をしたら底網にいちいち針金止めるのは、もうお客さんがやることでプロはほとんどやんない。またやんないぐらいでなくちゃダメなんだよね。こういう感じね。ああ、素敵ですね。でこれで今度根が出てくっつけば、さっき植えたああいう感じのができるということね。相関の成功ということですね。